WL マウスはマグネシウム合金シェルを採用した超軽量マウス Beast X で一躍有名になりました。現在は性能向上のためのファームウェアアップデートに積極的に取り組んでいるようです。先日リリースされた小型モデル Beast X mini がファームウェアアップデートでポーリングレート 8000Hz に対応したので、今回はその性能を検証していきます。また Beast X の通常モデルは 8000Hz 非対応なんですけど、その代わり Beast X8K という新モデルも登場しました。これら 8K シリーズの性能は同じなので、同時に検証していきたいと思います。このマウスはポーリングレートを 125Hz から 8000Hz の7段階で調整することができます。この付属のドングルで 8000Hz に設定可能です。レーザーのポーリングレートテスターでポーリングレートを測定してみたところ、設定通りに動作していることを確認できました。マウステスターバージョン 1.5.3 でポーリングの一貫性をテストしてみたところ、他社製マウスと比べてジッターが大きすぎることもなく、正常に動作しているように見えました。このマウスはポーリングレート 8000Hz に対応しただけではなく、新たなクリックのアルゴリズムを採用することで、どのポーリングレートに設定してもクリック遅延が非常に短くなっています。XRAT バージョン 1.3.0 で測定してみたところ、従来の Beast X はポーリングレート 4000Hz で約 0.55ms だったんですけど、この WL マウス 8K シリーズのクリック遅延は 1000Hz から 8000Hz すべてで約 0.34ms でした。これはワイヤレスマウスの中ではロジクール G Pro X Super Lite 2の最速設定に次いで高速です。また、ポーリングレート 1000Hz と 2000Hz 設定時は最速ということになります。ただ WL マウスとファイナルマウスは誤差の範囲とも言えます。ファイナルマウスもこれと似たようなアルゴリズムを採用していて、1K や 2K でもかなり高速です。ポーリングレートの設定値に関わらず性能を最大限に引き出せるっていうのは強みと言えると思います。このようにクリック遅延はポーリングレートに依存しない仕様とはなっているものの、ポーリングレートを上げることでカーソルの滑らかさやセンサー遅延は変わってくるので、好みに合った設定を見つけるっていうのは大事だと思います。バッテリー持続時間はポーリングレート 8000Hz で約19時間でした。1000Hz や 2000Hz だと1日中使い続けてもソフトウェア上の表記が変わらないので、相当バッテリー持ちは良さそうです。センサーは定番ともいえる PixArt PAW3395 です。マウスを 0.001mm 単位で動かせる機材を使って測定してみたところ、DPI 偏差はなかったです。G Pro X Super Lite 2の 800dpi との差は 0.5% 未満にとどまりました。本体重量は Beast X8K が 39g、Beast X Mini 8K が 34g です。どちらも非常に軽いです。交渉値で言うと、ファイナルマウスのウルトラライト X シリーズの方が軽いんですけど、実際に測ると変わらないです。この形状においては、WL マウスとファイナルマウスどちらも最軽量クラスと言えます。重心は Beast X Mini の方はちょっと前寄りで、Beast X8K の方は真ん中にあります。どちらも操作していて違和感は特に出ないです。WL マウスの各サイズの形状と大きさはファイナルマウスと 99% 同じです。ファイナルマウスのマグネシウム合金シェル版と捉えてもらえると手っ取り早いです。ただ WL マウスは派手に肉抜きされてるんで、指先や手のひらへの当たり方が少し変わってくるかもしれません。で、今回は以前レビューした Beast X の形状については割愛し、Beast X Mini の形状を見ていきたいと思います。寸法は幅が58、全長が116、で、高さが 35mm となっています。かなり小さいです。一部のつまみ持ち特化型を除く普通のフォルムをしたマウスの中ではとても小さい部類になります。通常の Beast X8K の方がミディアムサイズ扱いなんですけど、これでも十分小さいです。Beast X Mini はそこら辺の小型マウスよりもさらに一回り小さいぐらいの認識でいいと思います。これにサイズ感が近いゲーミングマウスは、ファイナルマウスのウルトラライト2ケープタウンやウルトラライト X チーター、あとはダーモシャークの M2 ダエロなどが挙げられます。このマウスはつまみ方を選びません。指を立てても寝かしても安定しやすいですし、どの深さでつまんでも指先の収まりがいいです。見ての通り側面のカーブがかなり緩やかで、指先が潜り込みすぎないです。こういうあまりくびれてないマウスは、どの方向に動かしても指先の力が均等に伝わるような感じがします。
つまみ持ちの特権でもあるこの指の関節を使った動きがスムーズに行えます。上下左右への可動域がとても広く確保できます。手幅が標準から狭めの人向けだと感じました。というのも、マウスの横幅がかなり狭いんで、手幅が広い人がつまむと指をすぼめるようなフォームになってしまって、力が入りづらく、手や指の動きに制限がかかってしまう可能性があります。あとはサイドにも大きな穴が開いてるんで、穴に指先が入り込んで不快に感じたり、持ちづらくなってしまう可能性があります。正直穴が不快に感じるかは持ち方によるんで、こういう人は注意と断定はできないんですけど、自分は問題なかったです。というのも小指の部分の穴がいい感じに引っかかってうまく固定できてるからです。こうやって逆に穴をうまく利用して持てるっていう人も中にはいるんじゃないかと思います。マグネシウム合金シェルはとても頑丈です。しっかりと力を入れて押し込んでも、たわんだりきしむような音が鳴ることはないです。マウス操作時に力が入りがちっていう人も安心して使えると思います。シェル表面にはコーティングが施されています。これは金属シェルのマウスではかなり珍しいです。十分なグリップ力があって、指先や手のひらを決めた位置で保持できます。ただ、大きな穴が何個も開いていて、結局はこの穴をグリップテープで埋めることになったりするので、このコーティングがうまく活用できない感じはします。このメインボタンの部分なんかはかなりグリップが効いていい感じです。センサーは本体の真ん中付近に搭載されてます。クリックボタンは少し柔らかめです。スイッチが反応する前後の遊びもほとんどないです。感触はかなりいいです。金属シェルらしい歯切れの良さと鋭さが感じられます。結構音を聞いてもらってもわかるんじゃないかと思います。ボタンを押す深さによる押し心地の変化も少ないので、どの深さで持っても快適に使うことができます。直近でクリックが重たいマウスを使い込んでいたんで、慣れるまではとても軽く感じました。正直誤爆することもあったんですけど、慣れた後は全然大丈夫です。クリックが軽めのマウスが好みの人にとっては文句なしだと思います。サイドボタンはちょっと小さいんですけど、程よく飛び出ていて、角も丸まっていて押しやすいです。ちょうどいい位置についていて、よほど浅めに持たない限りは両方のボタンに指が届きます。押し心地は柔らかめで、スイッチが反応する前後の遊びもないです。とても押しやすいです。重要なキーを割り当ててもうまく機能しました。ホイールの硬さは波からやや硬めです。しっかりとした区切りがあって、ワンスクロールごとにはっきりと分離します。正確性に優れていて、バロラントや CS2 でジャンプを割り当てるのには最適です。ただ、軽いホイールに慣れていて、キャラコンでホイールスクロールを多用するって場合は、この硬さが気になってくる可能性が高いです。ホイールクリックの硬さは波で、動作は安定しています。メインボタンとの硬さのギャップが小さくて、とても押しやすいです。汎用丸型のソールが4つ貼り付けられています。ソールガイドがあるように、好みに応じて付属の大判ソールに変更可能です。標準ソールは十分なクオリティで特に言うことはないです。今回は WL マウスの8系シリーズについて詳しく見てきました。特に強調しておきたいのが、この8系シリーズはポーリングレート 1000Hz から 8000Hz、すべての設定値でクリック遅延が約 0.34ms ということです。正直ポーリングレート 1000Hz で使ってクリック遅延が 0.3ms しかないっていうのは驚異的です。クリック遅延がポーリングレートに依存しないアルゴリズムを採用しているのは、測定結果から推測すると、現状ではおそらくファイナルマウスウルトラライト X と WL マウスの 8K シリーズの2種類のみだと思われます。で、この WL マウスとファイナルマウスは形や重たさだけではなく、こういう技術的な部分にも共通点があるっていうのは興味深い点だと思います。WL マウスは昨年級に登場して一発目からかなり高いクオリティで驚かされたんですけど、今回のアップデートでさらに製品が良くなってると思います。
おそらくこの WL マウスはマグネシウム合金シェルにこだわりを持ってやってると思うんですけど、カラーバリエーションやデザインが豊富なのも一ついい点だと思います。気になる人は公式サイトや代理店のページからどんなバリエーションがあるかチェックしてみてください。